今日はナスとキュウリの浅漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ナスとキュウリの浅漬けを作っていきたいと思います。今回はですね、漬け込み時間はたった30分でしっかり浸かるとても簡単な浅漬けレシピをご紹介していきます。今回は夏野菜をたっぷり入れたとても香り高い美味しい漬物です。作り方を切ってあとは漬け込むだけなのですごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ナス、キュウリ、みょうが、生姜、大葉、塩昆布、お水、白だし、お酢、みりん、蜂蜜、塩。今回はこちらの材料で作っていきます。まずお野菜ですね。今回ナス、キュウリ、みょうが、そして生姜と大葉を入れて作っていきます。もし苦手なものがある場合は何か他のもので代用していただいても OK です。そして塩昆布です。今回使う塩昆布はこのコンクラの塩昆布ですね。こちらを使っていきます。そして今回は白だしベースのね、漬けダレにしていきます。白だしはこちらです。山佐さんの白だしを使います。こちら8倍濃縮のね、白だしになります。白だしはメーカーさんによって結構味の濃さが変わったりしますので、ちょっと味見をして味の濃さは好みで調整してください。そして甘さです。甘さは今回みりんとあとは蜂蜜も加えていきます。蜂蜜のコクが加わることでとても味わい深い美味しい浅漬けに仕上がります。もし蜂蜜がダメな場合はこちらはお砂糖小さじ1で代用してください。そしてお酢に関してはこちらは米酢を使います。このお酢もお好みのものを使っていただいて OK です。ということで早速作っていきたいと思います。では早速作っていきます。まずはじめにきゅうりから切ります。きゅうりはですね、このつるとつながってた方ですね、こちら側のつるっとした方をまず 1.5 センチ幅ほど切ってください。そしてこの切り口同士をこすり合わせます。そうするとこのきゅうりのね、アクが出てくるので、このようにね、アク取りしてみてください。面倒な場合はね、省いていただいてもいいんですが、このつるっとした方はね、特にアクが強いので、このようにちょっとアク取りしていただくと美味しく食べれると思います。だいたい30秒から1分ぐらいですね、やってみてください。このようにね、ちょっと泡泡が出てるの分かりますかね。こちらがアクになります。そしたらこのアクをね、一度洗ってください。そして水分を拭き取ります。そしたらもう1本もね、同じようにアク取りします。はい、OK です。そしたらですね、反対側のヘタを切り落とします。切り落としたらこちらをね、半分に切ってください。このように切ります。きゅうりはですね、この種の部分からすごくね、水分が出やすいので、もし日持ちさせたい時は種をね、取ってください。取る時はこのようにティースプーンなどでこんな感じでね、スッと取ってみてください。こちらはね、日持ちさせたい時はね、やってみてください。やっぱり水分が多いとどうしてもね、日持ちが悪くなるので、こんな感じでね、日持ちさせたい時はこのように種だけ取り除きます。今回はね、すぐ食べちゃうので、このまま切っていきます。そしたらこちらを斜めの薄切りにしてください。だいたい5ミリ幅ぐらいで切ってみてください。きゅうりはこのように切ります。そしたらボウルの中に入れてください。それでは続いてナスですね。こちらはまずヘタをね、切り落としてください。そしてナスも縦半分に切ります。ナスはこのまま斜めの薄切りにしてください。切ったものはきゅうりのボウルの中に入れましょう。こちらも同じように切っていきます。ナスはね、水にさらさなくて大丈夫です。きゅうりとナスはこのように薄く切ってください。そしたらですね、このボウルに塩小さじ1杯入れます。そして全体によくなじませてください。なじませたら軽く揉みましょう。塩揉みします。ポリ袋とかでね、やっていただいても OK です。そしたら上にピタッとラップを貼り付けます。そしてこの上に重しになるようなものを置いてください。今回はポリ袋にお水を入れて重しにしてます。そしたらこのまま15分置いてください。では続いてみょうがです。こちらまずこの下の部分を薄く切り落とします。そして半分に切ってください。
そして半分に切ったらこちらも斜めの細切りにしていきます。みょうがはね今回1本だけですが、もっと入れたい場合はねもっと入れていただいても大丈夫です。こちら側も同じように切っていきます。切り終わったらですね、こちらのみょうがは水にさらします。このままねえぐみを取ります。続いて生姜です。こちらはまず皮を剥きます。皮を剥いたら薄切りにしましょう。そしてあとは千切りにしていきます。生姜はこれで OK です。続いて大葉です。こちらをさっと洗いましょう。そして洗ったらですね、ペーパーで水分をしっかり拭き取ります。上から優しく押さえつけてください。そしてこの茎の根元を揃えて重ねます。そして重ねたら茎を切り落としましょう。切り落としたら手前からくるくる巻いて、まず半分に切ります。そして切り口を合わせて千切りにしてください。このように千切りにします。はい、15分経ちました。重しを取ります。そうするとね、このようにナスときゅうりから水分が出てきます。こちらを一度しっかり絞っていきます。ぎゅーっと絞ります。そして絞ったら保存容器に入れてください。残りも同じようにしっかりぎゅっと絞ります。このように絞りました。そしたら最後もう一度ね、ペーパーで水分を拭き取りながらほぐしていきます。はい、 OK です。では続いてみょうがの水分を切ります。水切りしたらしっかりね水分を拭き取ってください。みょうがはこれで OK です。ではこの中にみょうがを入れます。そしてあとは生姜、大葉はねちょっと変色しやすいので仕上げの時に入れていきます。まずここまで準備しておきましょう。では漬けだれを作ります。まずここにお水、そしてみりん、あとは白だし、こちらを入れて一度火にかけましょう。火加減中火です。このまま一度加熱して沸騰させてください。全体が沸騰しました。そしたらこのまま30秒ほどしっかり加熱してみりんのアルコールを飛ばします。はい、 OK です。そしたら火を止めてここにお酢、あとは蜂蜜を加えます。そして混ぜましょう。ここで一度ね漬けだれの味見をして味の濃さは好みで調整してください。だいたい仕上げたいぐらいの味の濃さになってれば OK です。そしたらここに塩昆布をかけます。そして上から漬けだれを回しかけてください。熱々のうちにね入れてください。そうすることで味が染みやすくなります。そして一度ねよく混ぜてください。そしてよく混ざったら上にピタッとラップを貼り付けます。そして押さえつけてください。そしたらこちらを冷蔵庫で30分ほど漬け込んでください。はい、30分漬けました。ラップを取ります。こんな感じです。そしたら最後ここに大葉を散らして最後混ぜたいと思います。このようにさっと混ぜましょう。はい、 OK です。このようにとてもさっぱりとした美味しそうな仕上がりになってます。あとはお好みでねここにいりごまなどをかけていただくのもおすすめです。お好みでやってみてください。はい、これでナスときゅうりの浅漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後上に分量外ですがいりごまを散らしてます。こちらはお好みでかけて召し上がってください。このようにしっかり味も染みて美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。味がしっかり染みてきゅうりもシャッキシャキです。そしてこのナスの食感とあとは大葉とみょうがの香りがアクセントになってすっごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のナスときゅうりの浅漬けのポイントです。まずきゅうりなんですが、つるがついてた側の先端はアクが強いので、まずその先端を 1.5 センチほど切って、そして切り口同士を擦り合わせてみてください。そうすることでアク抜きすることができます。ただマストではないので、もし面倒な時は省いていただいても大丈夫です。そしてその後ですね、縦半分に切って薄切りにします。もしよりね日持ちさせたい場合は種を取ってから漬け込んでみてください。きゅうりはですね、種の部分から水分が
出やすいので、そうすると日持ちがちょっと悪くなってしまいますので、もし日持ちさせたい時は種を取っていただくといいかなと思います。ただ 2,3 日ぐらいで食べちゃう時はそのまま切ってしまって大丈夫です。そしてその後ナスなんですが、ナスも半分に切って、そして斜めの薄切りにして、そしてきゅうりと合わせて塩もみしてください。塩もみして水分を出すことでアクとえぐみが取れるのと、あとはですね、味も染みやすくなります。そしてその後ですね、水分が出た後はしっかり絞ってから漬け込むようにしてください。そしてみょうがです。みょうがも縦半分に切って、その後薄切りにして水に5分ほどさらしてください。そうすることでみょうがのえぐみなどを取ることができます。こちらもしっかり水分を拭き取ってから漬け込むようにしてください。そして漬けだれですね。漬けだれは一度加熱して、そして温めた状態で回しかけてください。温かい漬けだれで漬け込むことで短時間でも味が染みやすくなります。そして大葉なんですが、今回漬け込み終わった後ですね、最後に加えて混ぜました。そうすることで大葉の変色も防ぐことができて、さらに香りもしっかり残すことができます。あとはお好みでごまなどを入れていただくのもおすすめです。お好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はナスときゅうりの浅漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。